どうも、作曲家の戸井虎です。今日はクロード・ドビュッシーのピアノ曲集映像から第1番の水の反映を分析していこうと思います。ドビュッシーの曲は前回も甘色の髪の乙女を分析しましたけれども、こちらの曲の方が内容がとても難しいものになっています。ただやっていることは同じで、やっぱりドビュッシーといえば徹底的な、アンチ古典ですね。クラシックの古典理論をぶち壊そうとしています。さて、では、早速、この曲の総評から見ていこうと思います。まず、この曲、楽式ですね。曲の構造が A、B、A ダッシュ、B ダッシュ、A ダッシュダッシュと、なんか A と B を繰り返しつつも少しずつ変奏が加えられていくといった形になっていますね。そしてこの A、B と書いてあるんですけど、A の部分はとても綺麗。B の部分は無調的で怪しげな響きです。これ対比構造になっています。そして次に、スケールの話ですが、古典音楽を打破しようとするスケールが現れます。まずペンタトニックスケールですね。そして次にホールトーンスケール。これもドビュッシーだとおなじみですね。後ほど詳しく話します。この曲には無調的な部分が多いんですけれども、無調的な部分でホールトーンスケールがたくさん出てきます。ホールトーンスケールだけではなくて、普通の属和音、セブンスの和音とか、マイナーセブンスフラット5など、3000音を含んでいる和音、こういうものもたくさん出てきて、ホールトーンスケールへの橋渡しになりますね。そしてメロディー合わせの話なんですが、まず A の部分の美しい主題ですね。この部分はメロディーの感じがあまりしないんですね。でこれは、この曲が水を描写した音楽であるということと関係があると考えられます。水って形がないですからね。そして、やっぱりドビュッシーといえば和声ですね。大量の偶声和音、三度進行や平行和声、そしてズレ和音、そしてオンコード。それからドビュッシーの音楽にはテンションノートが使われているということが大きな特徴ですよね。テンションノートっていうのはポップスとかジャズとかの概念だと思われがちですけど、クラシックだってテンション使えます。そしてもはや和声進行と言っていいのかもわからないような、なんか同じ和音が連続しているように見えてちょっとずつ音が変わっていくよみたいな感じの和声進行ですね。これもこの曲の中では見られるんですね。こういうなんか一体どういう風に分析したらいいのかわかんない。多義性が高すぎて単純な分析ができないような和声というのがドビュッシーの得意分野なのかもしれません。前置きが長くなってしまいましたけれども、じゃあ頭から分析をしていきましょう。まずこの驚きの冒頭ですね。いや、美しい。すごく美しいんですけど、やってること最低ですね。和音記号を書こうとするとこうなってしまいます。何が起きているかというと、低音補足をしてるんですね。低音が、この空虚5度。これを補足しています。クラシック的に書くとこういう記号になりますよね。低音補足ね。ここの低音で鳴らされている音は1の和音ですね。1の和音の第3音が抜かれた形。なのでトニック性があると言っていいんですけれども、このトニック性がある低音補足の上で、4の和音、3の和音、2の和音、1の和音、4の和音、3の和音、2の和音という平行和声みたいなものが載ってるんですね。弾くとすると、そうですね、波長長で直して弾くとこうなりますね。今、空虚5度の上で、4、3、2、1という和音を弾いてみましたけれども、左手に弾いてる低音と右手の和音が全然違う和音を弾いてるんですけども、意外と綺麗な音に聞こえますね。はい、そういうわけで、この綺麗な冒頭の部分、大量の異和音、経過和音、刺繍和音で占められているということになりますね。で、このような和音の帯のような形になっている主題に対して、強いてメロディーと言えるようなものはここですよね。この真ん中に隠されているこの3音だけ。これがこの曲のメロディーですね。で、これはペンタトニック的ですね。なんかペンタトニックの雰囲気ありますよね。ここでも和音の帯がこう1オクターブずつ下がりながら繰り返されるっていうことは一緒ですね。で、こっちでもやってること一緒です。ざーっと一緒のことをして、ここですね。ここはとても色っぽい。ここでちょっともったいつけるんですね。で、もったいつけた瞬間に上で4の和音が鳴ってるので、
4 on 5のオンコードのような和音が見られると。とても色っぽい。さあ、そんなこんなで進んでいって、はい、ここですね。とても自然に聴けてしまうんですけれども、鳴ってる和音が意味わからないですね。ドビュッシーらしいセブンスの連用です。全部セブンスで、しかも、これトップノートの、このメロディーライン以外は全てのパートが半音ずつ上がってるだけですね。ここは和声的には、5の和音、ドミナントですよね。ドミナントで、だんだんと上がって、一旦、フラット7のセブンスに到達します。で、このなんとも言えない、この13スのね、テンションのついた完全5度のキラキラを演奏して、もう一回繰り返しますね。で、ここで解決します。この間になっているこの和音、オレンジ色で示したこの和音は全部経過和音なので、ただ単に、ちょっと通りますよと、通ってるだけです。つまりここの和音は、A フラットセブンスから D フラットセブンスで解決しただけです。ただのドミナント進行ですね。はい。こうして D フラットセブンスに行きまして、4調の5の和音ですね。4調の5の和音からちゃんと4の和音に解決をします。G フラット6へ。一瞬だけ解決して、で、4の和音から今度は5の和音に。なんだよ。全然普通の和音進行じゃんと。1に行って4に行って5と。と思ってたら、なんかわけわかんない和音に進行します。これですね。ここのコード進行どうなってるんでしょうか。A フラット9スから G マイナーセブンスで解決していくわけです。これ解決と言っていいのかわかんないですけれど。5の和音の次は1の和音だと思いきや、ここで鳴ってるのは、強いて書くなら、上ずれマイナス4の和音の2点だということになるんですけれども、これ第2展開形ってこと書き忘れてますね、ここに。音 D ですね。この音コードなんですけれども、この和音進行自体は一応、ポップス的には解釈が簡単ですね。つまり裏コードですね。裏コードを使えば、半音下の和音に解決することができます。波長調で言うならば、この後に、こう来るのが普通ですけど、そうじゃなくて、こういう解決ができるというのが、バークリーセオリー、ジャズの理論ですね。ドビュッシーがジャズの理論を知ってたとは思えないというか、そもそもこの頃ジャズはまだなかったんですけど、やってしまっていますね。で、もう一つ突っ込みどころがあって、これね。これ第二展開形なんですね。クラシック音楽では低音4度。これ金属なんですよね。金属なんですけれども、ここの低音4度がね、なかなかいい響きを出してるんですよね。なんとも言えないちょっと鬱屈した感じとでも言いましょうかね。響きが良ければ別にルール破ってもいいじゃんということなんでしょうか。ドビュッシーはね、どうやら4度体積というのも好きらしくて、ここにもね、4度体積の和音あるし、ここでもね、4度体積してますよね。4度体積っていうのはクラシック音楽が扱ってこなかったジャンルの響きですから、古典をぶち壊す上では、とてもいい方法だと。その過程で低音4度も使ったということでしょうね。さあ、で、この後の和声進行が問題ですね。このように言ってしまうんですけれども、ここはもはや和声進行しているとは言えないですね。この14小節目の和音。こういう風に言ってて、とても自然に聞こえるんですけれども、じゃあ和声進行としてどういう進行をしてんのかと。頑張って分析しました、僕。分析したらこんな風になってしまいましたね。D ディミニッシュセブンスから C フラットセブンスへ。これはクラシック的な分析をすると、上前ずれ5読から順3調の5度7と。結構無理がある和声進行になってますね。ここはもう、ディミニッシュセブンスなり、ただのセブンスなり、ドビュッシーがね、愛用する多義的な和音が使われているわけなんですけれど、その上に、イ音が含まれていて、結構和音が無茶苦茶な進行をしているところなんですね。ただそれでもこんなに綺麗な響きになってしまう。そのポイントが2つあります。まず1つは、メロディーラインがずっとダイアトニックだということですね。
このメロディーライン、D フラットメジャーのダイアトニックなメロディーラインですね。このメロディーだけはダイアトニックで変異音がない。まあ和音は変異音だらけなんですけどね。そしてもう一つ、反復進行してるんですね。この部分が D ディミニッシュセブンス、C フラットセブンス。その後、B ダブルフラットディミニッシュセブンス、G フラットセブンス。これ反復進行になってるんですけど、反復進行というのは、まあおかしな和音でやっても、やっぱりちょっとまとまりが出てしまうものなんですね。で、こう、進行しまして、まあこう行くんですけど、ここの部分がね、また4と体積和音が意図的に使ってきてますね。で、ここは、まあ分析しますと、A フラットセブンスサス4の和音が鳴ってると分析することができまして、基本的には5の第二展開形。で、ここの和音が4の和音だという風に見ることができますから、まあ、4、5ですよね。ちゃんと4、5という進行をしてるし、その後なんなら1の和音に解決します。ここはちゃんとしてるんですね。ただまあ、こういうね、4度体積の和音なんか使われちゃうと分析が大変なんでこうなるわけです。はい。で、ここはいいんですが、このね、ここにたどり着く瞬間ですよ。この Gm7 から、これはどうやって進行したんでしょうか。Gm7 から突然 D ディミニッシュへと。上半ずれ -4 の2点の和音から、上前ずれ順5読1点の和音へという進行。これどう考えても無茶苦茶なんですね。これはもう和声進行をしているというより、共通音を返して無理やりに進行していると考えた方がいいでしょう。この和音が5の和音だとか4の和音だとか3の和音だとか、そういうまあ数字でね、表すというのにはほとんどもう意味がなくて、具体的にどういう音でできた和音なのかと。そこの部分を見てやると、この和音、低音が補足してるんですよね。低音がこの音で、ここも低音がこの音ですね。D の音ですね。で、上の和音も結構似通った共通音があります。共通音があるんだったらめちゃくちゃな和音だろうと進むことはできるだろうと。こういう発想ですね。この後にもこういうシーンが出てきます。こういう風に記号で書くと、もうむちゃくちゃドミナントなのかサブドミナントなのかトニックなのかも全然わかんないと。わかんないんですが、和音の構成音だけを見てみると、まあ確かに似通ってるよねと。構成音が被っているということを根拠に進んでいくような進行ですね。さあ、そして、この4度体積による SAS4 のドミナントから、このように解決するんですけど、ここペンタトニックですね。セブンス SAS4 の和音というのは、それ自体がペンタトニックの構成音だけでできているという特徴がありますので、このようにペンタトニックを介して解決していくんですけど、解決した先がね、もうペンタトニックまみれですね。このようになります。全部ペンタトニックですね。これもドビュッシーがよくやるんですけど、ペンタトニックで完全5度を保ちながら平行和声をやるというシーンですね。まあ頭のね、音がね、ここから始まってるのが面白いですね。和音で言うとこうですからね。なんかね、こっから始めたくなったりしますよね。だけどドビュッシーはあえてこっから始めるんですね。で、こういう風にずれていくと。このイオンが面白いですね。はい。で、ここはもうペンタトニックをやりながらずれてるだけなので和声進行はありません。で、まあ、強いて言うなら、ここでちょっと5の和音っぽくなってるかな、ドミナントっぽくなってるかなといった具合ですか。で、ここでなんかなぜか解決感が生まれて解決していきます。和音で言うとプラス3の和音ですね。これすごいボイシングですね。全部完全5度。で、上のところに謎のぶつかりがあると。こんなボイシング考えつかないですけどね。で、その後、ここのぶつかりがもう一回繰り返されると。さあ、そしてこの謎の解決から、はい、謎の和音が繰り返されていきます。ここがまた難解ですけれども、3度進行を繰り返しているという風に言うことができますね。鳴ってる和音を単純化すると、このように繰り返してるだけですね。でさらに言うと、これ低音補足が起きてますね。低音がずっと F ですから、より正確に弾くとこうですね。はい。これ鍵盤見るとわかると思うんですけど、
ここ半音ずれてるだけですよね。ちょうどさっき話した構成音が似通ってんだからいいじゃんという和声進行の例かもしれませんね。さあ、そしてむやみやたらとナインスが出てくるのもドビュッシーらしいところです。はい。ここはちょっとわけわかんないことになってるんですけど、俗句のこのね、さっき弾いてた和音を単3度ずつ平行移動させるだけです。単3度ずつ平行移動させるということは4回で1周しますから、1小節で1オクターブ弾き終わって、次の小節は1オクターブ上に丸々移動されるということになっていますね。クラシックだとこういうシーンって結構よくあるんですけど、普通はディミニッシュセブンスの和音で行われますよね。ディミニッシュセブンスじゃなくて俗句にしたというのはドビュッシーなりの工夫と言ってもいいのかもしれません。こうしててっぺんに到達するんですが、はい、最悪のシーンですね。ここはよくわかんない音が鳴ってます。てっぺんにいたところの和音、これ見てみますと、T フラット9スオン F という先ほどの和音がここでは鳴ってますね。そしてこの音形気に入ったんでしょうね。この音形がずっと繰り返されます。で、ちょっと深読みするとすると、これペンタトニックっぽいですよね。ペンタトニックっぽいということもあってドビュッシュは気に入ったんでしょうかね。さあで、ここの和音なんですが、こういう風に進行していくんですけど、これ無理やり分析しましたけど、要するに音が半音ずつずれていくだけですね。音が半音ずつずれていく。構成音が2点だから移ってもいいじゃんという和声進行になります。なので、ここは鳴ってる和音には論理的な意味が別にあるわけではないと言っていいと思いますね。全部、経過和音ですね。次の展開に移るために一旦ちょっと通りますよという和音になります。で、この時にですね、低音とトップの一番高い高音の部分が反降してるんですね。低音は半音ずつ下降します。そしてトップノートは半音ずつ上降しますね。これによって変な和音だけども、違和感なく秩序があるように聞こえています。さあ、で、ここで激しいアルペジオなんですけれども、鳴ってる和音がね、面白いですね。こういう和音が鳴ってます。ただのメジャーセブンスではあるんですけれども、なかなか取らないボイシングで演奏されていますので、きらびやかですね。で、この後ですね。はい、このように進んでいきますね。音がとても難しいです。まず、この音、C フラットメジャーセブンスの音ですね。この音に対して、この音の低音が加わるわけですね。で、さらに、その後、ここに、このね、メロディーが、これが加わるわけですね。はい。これなんかめちゃくちゃになってるように聞こえると思うんですけど、実はかなり論理的ですね。まず C フラットメジャーセブンスが鳴っていて、で、ここに低音である A フラットが鳴ります。そしてさらにここにメロディーが鳴るわけですよね。はい。ここで鳴ってる音全部一緒に鳴らしてみると、こういう和音になりますね。はい。これ、意味わかんない和音に聞こえちゃうと思うんですが、この2つの音を半音上に上げると。そんだけで、ちゃんと、主張に対するドミナント機能を持つ和音になりますね。語俗になります。A フラットナインスという単純な和音になるんですね。で、これは当然主和音に解決できますよね。解決できます。なので実はここ、わけわかんない音が次々と鳴らされて意味不明な響きになっているという風に聞こえるんですが、ちゃんと主張に戻る準備をしていますね。ここまでわけわからない和音をいっぱい鳴らして、調整がどこにあるのかわかんないと。
無調になってますけど、無調的な状態から主調に戻るために、ここで準備をしてるんですね。実はもうこの段階で主調に戻る準備は完了ですね。そして実際、ここですね。この部分で A フラットナインス出現してますよね。ここで主調の属機能に復帰と。ドミナントなんですね。ここからはもう無調ではありません。で、このように続いていくわけですね。で、ここから先しばらく、低音で属音補足が続きます。属音補足、属音補足、属音ずっと補足されますね。補足されて、補足されて、ここでやっと補足が終了するわけです。この1ページ丸々補足ですね。属音の補足というのは、クラシックではまあよくある方法ですよね。この時上で鳴ってる和音は、まあ4の和音なり、2の和音なり、いろんな和音が鳴ってるんですけど、バーンと属音が鳴り続けてるわけですから、ずっとドミナントの緊張感が保たれることになります。はい、結構衝撃的な和音が鳴ってますよね、やはり。4、2と、まあ大まかに進行していって、4、2と来たら5ですよね。5なんですけど、5ではなくて3調の5が鳴りますね。3調の5の和音というのは、7のセブンスに当たりますから、2から7の和音に行ってると。これつまり3度進行ですね。やっぱり3度進行を対応すると。そしてまあ、3調というね、3の和音というやっぱりクラシックに嫌われた和音ないし調をここに使って、これをドミナントとして5度7の代理コードに使ってるんですね。この辺はもう完全に古典ぶち壊すモードに入ってますね。で、ここ。このオレンジ色の音全部半音ずつ下がってます。そして、このトップノートがメロディーライン。これなんかさっき見ましたよね。ここですね。ここです。ここをもう一回やってる。しかも、この前に出てきたところでは半音ずつ上がっていくパターンなんですけど、次に出てくるときには半音ずつ下がるという上下反対にしたようなパターンになってますね。左右を逆にしたようなパターンになってます。おしゃれですね。はい。で、ガンガンガンと和音を鳴らしてたんですけど、ここで旋律だけになっちゃいますね。ぽつりと。はい。このように主題に入っていくわけですね。ここで主題回帰する瞬間に、この長らくお世話になった補足低音ですね。この低音。でーんとこう補足して、解決するのかと思ったらまだここではしないんですね。ここではまだ属音鳴ってるんですよね。これ最高のじらし方ですね。で、ここで主題回帰しますんで、説明はざっと省いていきます。和音とかみんな一緒なんでね。ただ、ちょっと変奏が行われているということだけ確認しておきましょう。このように、細かい3連符を伴ったアルペジオの形に変奏されていますね。さっきまでは和音の帯だったんですけれども、よりキラキラとしたなんか水がピチャピチャといってる感じですかね。さあ、これが続いていきます。はい、このようにね、またいきなり無調的な感じになってしまいますけど、右手で鳴ってるこの和音。この和音自体は、ただの B フラットマイナーですよね。さっきまで鳴ってた和音と同じです。こうなっていくだけです。ここに対して低音が加えられてるだけなんですね。つまり、このような B フラットマイナーに低音であるところの G が加えられて、G-7 フラット5という怪しげな和音に突如として変化したということです。そしてここですね。低音が明らかにホールトーンスケールになってますよね。そして上で鳴ってたこの B フラットマイナーだったはずの和音も、この音。一箇所半音下がってるだけなんですけど、半音下がったことによって、
このようにね、鳴っている和音が B フラットマイナーではなくて A オーギュメントになってしまってますね。ここでホールトーンスケールが成立しています。マイナーセブンスフラット5の和音というのは1音変化させるだけでホールトーンスケールになっちゃうんですね。さあ、そしてこの展開を丸々繰り返していきます。はい、こうして、もう一回 Gm7 フラット5まで行って、ここではね、和音も鳴らされてちょっと強調されてますけども。はい、このようにもう丸っきりのホールトーンスケールへと移行していきます。ここで無調に突入していきますね。はい、こんな感じですか。ここにね、先ほども出てきた、こういうメロディーラインが出てきていますね。で、めちゃめちゃ無調だったんですけど、ここでね、B9 という超的な和音が出てきてますね。ホールトーンスケールっていうのはやっぱりちょっと音を変化させるとすぐにセブンスとかナインスとか属和音になりやすいですよね。そもそも属和音がドミナント機能を持ってるわけなんですけども、ホールトーンスケールもドミナント機能を持ってますので、こうして B9 に変化していきます。さあ、わけわからない進行をしていきました。まず B9 からなんか D7 オン A みたいな和音に行くわけなんですけれど、これ経過和音ですよね。9から7へと移るんですけれども、この時 B7 から D7 へと。B と D って単3度の音程を持ってますけれども、セブンスなりナインスなりといった属和音っていうのは、ディミニッシュを内包しているんですね。ディミニッシュを内包しているってのはどういうことかっていうと、例えば、G7 という和音。この G7 の中には、C ディミニッシュが含まれていますね。なので、単3度の音程関係を持っている、セブンスというのは、類似しているということができます。はい。こうなりますけど、ここでもう一回そのメロディー素材 A が出てきて、メロディー素材 A をなぞった結果、ここにすごい高いテンションが出てきてますけども、構わず使ってますね。はい。そして、この、なんかあからさまにここで解決感がありますよね。めちゃめちゃ解決した感じがするので、ここは多分トニックだろうと思うわけです。ってことはその前の和音がドミナントなんですけど、結構すごい和音進行してます。ピアノで弾いてみるとこういう和音進行なんですけども、こうですね。なんかこうやって弾くと結構違和感ないかもしれませんね。これは5の下半ずれから1という和音進行ですね。フランス音楽ではよくあるずれ和音の進行になります。普通に考えれば、波長長でね、言ってみますと、5の和音から1の和音に解決するのが、一般的ですよね。で、これをズレ和音の考え方でやるとどうなるかっていうと、すべての構成音を半音下にずらしたり上にずらしたりしても良いということになるんですね。なので、5の和音ではなくて、5の下半ずれの和音を使うとしましょうか。こうですね。ここから1へ行きます。これが5の下半ずれから1という進行ですね。で、上でももちろんいいわけです。5の和音の上半ずれから1へ行ってみましょうか。こんなことできちゃうんですね。で、ここでは分かりやすい形で5の和音下半ずれから1へ行ってます。はい。ここでは、なんかミクソリディア戦法みたいな感じでね、4丁の5度7をいっぱい使いながら進行しています。で、ここでなんでミクソリディア戦法っぽくなっちゃってるかというと、このね、やっぱりメロディー素材 A の音形をなぞった結果、フラットナインスが出てきちゃったよという感じなんだと思いますね。で、フラットセブンスが出てきた結果、ここ4丁の5の和音になってしまいますよね。
E フラットセブンスになってしまいますので、4の和音に行きたくなるところですね。で、4の和音で行くんですね、ちゃんと。ここで4の和音に解決してます。これ全然4の和音に聞こえないんですけどね。A フラットディミニッシュセブンスという和音になっています。で、ここでの調は E フラットメジャーということになってますから、E フラットメジャーから考えて、A フラットディミニッシュが4の和音になると。はい。この考え方はクラシックだけですね。クラシックでしかしません。ポップスではこのような考え方はしません。この和音がどういう和音かというと、下でね、主音が補足されてるんですけど、主音が補足されてるということは一旦置いておきましょう。この和音だけ見てみます。A フラットディミニッシュという和音ですね。この和音は、もともとは普通の4の和音だったわけです。なんですけど、この4の和音が変化が加わっていくわけですね。まず、準4の和音、すなわちマイナーになってしまいます。さらに、マイナーになった上で、深白くされます。で、その上で、第5音が省略されます。これが、深白く5小の和音ですね。深白く5小ですね。ちょっと、これ本当はね、この4の和音の真上にこうやってパッと斜線を引くのが正しいんですけれども、僕のこのフォントだとその表記ができませんので、スラッシュで代替しております。ちょっとご了承ください。ちなみに表記方法は島岡和製準拠ですね。はい、難しいことは置いといて、ここはディミニッシュセブンスなんですけれども、実は4の和音なんですね。4丁の5、4丁の5と来てまして、4の和音に行かないじゃんと思いきや、ちゃんとここね、わかりにくいんですけど、4の和音なんですね、これ。はい、こんな感じですよね。4丁の5の和音をずっと保持しながら、ホールトンスケールを随時挟んでいきます。属和音とホールトンスケールは、近しい関係にあるので、いきなり進んでも違和感がありません。で、ついでに言うとこの E フラットセブンスから C フラットホールトンスケールへっていう進行、これ、一応3度進行になってますね。3度進行を意地でも使い倒していきますね。さあ、とても怪しい雰囲気になってきましたね。ここでもやはり、セブンスからホールトンスケールへと違和感なく進んでいます。さあ、このように進んでいくわけです。ここがね、癖者でしてちょっと聞いてみましょうか。はい。ここで一旦解決しますね。これはわかるんです。この部分はイオンで、鳴ってる和音はここは普通に、F シャープマイナーアドナインスですね。はい。F シャープマイナーという和音から、次 D マイナーに行くんですけど、すごく意外なコード進行に聞こえますよね。これね、ここを単なる D マイナーだという風に分析してしまえば、そこで終わりなんですけれども、ここに関しては、僕はズレ和音だという風に解釈をしています。なんでズレ和音だという風に解釈できるかを軽く説明してみようと思います。まずこうして今の部分の和声をちょっと取り出してみました。で、ここにはイオンが含まれてるんですけども、イオンが入るとちょっとわかりづらいので取り除いてみます。こうなります。はい。で、こうなるんですけれども、なんかここに解決感を感じるんですよね。ドミナント進行をした時と同じような解決感を感じ取るわけです。一応和音として分析すれば、6調の4から6に行っただけだと、これつまりサブドミナント進行だというふうに考えることもできて、そういうふうに分析している論文もあったんですけれども、ここに感じる解決感をね、説明できないんですよね。はい。そして考えましたら、実は単純なことで、この今、赤色になってるね、音ありますよね。この赤色になってる音を半音下げると、ただの6調の5から6という進行になるんですね。はい。なんで、実はこれ、6調の5の和音がずれてるだけだと考えることができます。はい、そういうわけで、ここは実は意外と単純なコード進行をしてますね。
準一調、つまり主調の同種単調で、4、6調の5、6と。ズレ和音の恐ろしさですよね。単純な和音が難しい和音に見えてしまったり、別の和音に見えてしまったりするんですけれども、ちゃんと耳で聞いて判断しなければいけませんね。はい。ここでは3度進行をしてますね。A から C マイナーという。こういう3度進行をしています。さあ、で、ここで、主調に向かってあからさまに進んでいきますね。このね、A の和音、これが準6の和音だと。主調の準6の和音であるということで、そのまま属和音に向かって進行していくわけですね。いや、ここのワクワク感といったらないですよね。もう美しくてね。で、この後、ちゃんちゃんちゃんと言って、ここにね、メインテーマがちょっと現れるんですね。もうなんか泣いちゃいますよね。で、この時に下で鳴ってる和音というのが、これ2の和音ですよね。音で弾いてみますと、こういう和音ですね。で、ここで2が鳴っていまして、その後直接的に2から1へ進みますので、これは2から1に直行してしまったと。いうことなのかと思いきや、高音でね、ここでね、ちゃんと属音が鳴らされてますよね。高音で属音が鳴らされていることによって、ここはちゃんと5の和音の機能を失っていません。本当はね、2の和音の下で属音を鳴らすのが普通ですよね。下で。なんですけど、このように上で鳴らすっていう方法もあるらしいですね。はい、こうして、オンコードなのか、アンダーコードなのかわかんないような和音が鳴った後、再び主題に戻っていきますね。そしてやはり変奏されています。もう言わずもがなの美しい主題。ちょっと今までよりも動きが少なくなっていて、3拍子調になっていますね。で、ここに突然メロディー素材が現れて、いきなり割り込んできます。はい。ここですね。意味深な単旋律が現れますよね。ホールトンスケールを匂わせるような旋律になっていて、タラーン、タラーンとこう繰り返されて、さらにここでもう一回、タラーンと下がる。なんでここにも実はホールトンスケールがね、ちょっとだけ隠されていますね。この後。このように進んでいきます。ここで鳴ってる和音。音だけ拾うと、こういう和音が鳴ってますね。まあ和音というか、2つの音しか鳴ってません。で、ここに対して、今までずっと聞いてきた、この3つの音だけでできた旋律。これが重なってくるんですけど、すごく音がぶつかるんですね。こうですからね。実はすごい音鳴ってますね、ここ。なんですけれども、実はここもズレ和音ですね。下で鳴ってるこの和音、これずれてるんですね。本当は、こっちが正しいんですね。だから実は、こういう風になってるだけなんですけれども、音が1個ずれてるんですね。さて、ここは普通に4の負荷6、G フラット6ですね。で、これをもう一回繰り返します。はい。で、新しい和音に行くんですけれども、2度弾きなのか5の2点なのか判別がつかないようなセブンスサス4の和音に移動していきます。
でも当たり前のようにテンションもりもりですね。こうして、この、2度7もしくは5の2点の和音から1の和音に解決します。で、ここで解決した瞬間なんですけれども、1の和音ですね、一応。なんですけども、第3音がない。空挙5度の形になっている上に、13th と 9th が追加されて、こういうことになってますね。非常に完全5度が剥き出しになっていて、ペンタトニックとも親和性があるドビュッシーが好む和音ですね。で、最後のこの、キラーンという部分。これすごく演奏しづらい謎のアルペジオがあるんですけれども、ここね。これ実は冒頭の主題のところに含まれていたメロディーの最初の2音ですね。っていう3つの音だけでできた主題がありましたよね。これですね。この音が実は最後にアルペジオで弾かれてるんですね。おしゃれな工夫ですね。そして最後の音は、第5音行為ですね。ドビュッシーは第5音行為を愛していたようですね。きらめく響きになりますからね。さあ、こういうわけで、今回も分析無事に終了しましたが、いかがだったでしょうか。ドビュッシーがやばいということはもう言わなくても伝わるとは思うんですけれども、一般的にね、美しいとされているクラシック音楽の作曲家でさえ、こんな意味わからないめちゃくちゃなことをしているんですね。しかもドビュッシーの場合、非常に感覚的な響きを作っているように見えて、感覚的な響きの導入の仕方がとても論理的なので、全体的には非常な論理性で構築されているという恐ろしさがまたあります。結構難しい分析にはなってしまったと思うんですけれども、もしよければチャンネル登録、高評価、どうかよろしくお願いします。では本日はここまでありがとうございました。